5000万年後の動物は全て今いる動物から進化してきました。例えばこのジャイガンテロープは今のヌーやガゼルの仲間から進化しました。5000万年後のゾウといったところです。ライオンにとって変わったラブーンはこんな動物から進化してきました。アフリカの草原で暮らすサル、ヒヒです。ヒヒは雑食性の動物で木の実や肉など何でも食べます。ですから肉食に進化する可能性を秘めているっていうわけです。肉食動物は大きく頑丈な顎を持っています。そのために頭が大きくなります。で、大きな頭とバランスを取るために尻尾も大きくなります。恐竜の時代にもラブーンに似た動物がいました。ティラノサウルスです。このように役割が似ていると種類や時代が違っていても同じような体型に進化することがあります。これを収斂進化と呼びます。収斂進化には他にもこんな例があります。サメは海の中の肉食動物。ダイナミックに泳いで魚を捕らえます。2億年前には爬虫類にも同じような生活をしているものがいました。イクチオサウルスです。これもまた海の肉食動物です。どうです？サメに似ているでしょう？現代の海の中には絶滅したイクチオサウルスにとって代わってイルカがいます。陸から海に進出したイルカの祖先はやがて今のようなサメによく似た体型に進化したんです。生物は住んでいる環境の中でそれが占めている役割に合った姿形に進化していくんです。地球で繰り広げられた35億年もの進化の歴史。その中で最も劇的だったのが恐竜たちの大絶滅です。他の恐竜の卵を盗み食いするもの、そしてそれを追い詰めるもの。1億年以上も続いた温暖で豊かな時代に恐竜たちは実にさまざまな種類に進化しました。中には家族単位で暮らし子育てまでしていた恐竜がいたのです。しかしそうした恐竜の時代も6500万年前突然の終わりを告げたのです。恐竜絶滅の原因は未だに謎です。しかし有力な犯人と思われているのがこの大隕石です。6500万年前のある日、地球に直径数十キロもある隕石が落ちました。大爆発を起こした隕石は大量の粉塵をまき散らし、それらは大気の上層にまで達して地球を覆い尽くしました。太陽の光は遮られ、気候は激しく移り変わり、植物は枯れてしまいました。食べ物を失った草食恐竜は死に絶え、彼らを餌にしていた肉食恐竜も食べ物を失いました。穏やかな気候で進化してきた恐竜はこの激しい環境の変化を乗り越えることができませんでした。しかしわずかな生物は生き残りました。それが私たちの遠い祖先、原始的な哺乳類だったのです。恐竜のいなくなった地球で哺乳類が新しい進化の主役となりました。地球上のありとあらゆる場所に哺乳類が満ち溢れ、進化を繰り返し、その中からやがて私たち人間が登場するのです。
人間のふるさとは熱帯の森だったと考えられています。高い木の梢から梢へと枝渡りする猿、そんな猿から人間は進化してきました。枝渡りをすることは腕を大きく前後に動かせるということ。このことが後で大きな意味を持ちます。地球が乾燥化し森が後退した時、私たちの祖先も森を後に草原に進出しました。でも草原は危険に満ちた世界でした。草原に住む草食動物は首を高く掲げ、草の間から遠くを見渡します。草むらに隠れて忍び寄ってくる肉食動物をいち早く見つけて逃げ出さなければならないからです。人間の祖先も遠くを見渡すために後足で立ち上がったのです。そして自由になった前後左右に動かせる両手で道具を使い始めました。およそ1万年ほど前、人間は農業を始めました。その時から人間と森との戦いが始まりました。農地を手に入れるために次々と森を切り開いていったのです。人間の歴史の始まりは環境破壊の歴史の始まりでもありました。かつての森もそのほとんどが人間の食料を生産する場所になってしまいました。その結果、地球の風景はすっかり変わってしまいました。イギリス北部の田園地帯、昔はここも森に覆われていました。しかし牧畜を行うために全て切られてしまい、森に住んでいたクマやオオカミは800年ほど前に姿を消してしまいました。人間の時代が続けば続くほど絶滅していく動物は後を絶たないでしょう。人間は動物を家畜にすることも1万年ほど前に始めました。以来さまざまな品種改良が行われ、今の家畜たちはもはや人間なしでは生きてはいけません。人間が滅ぶ時、運命を共にすることでしょう。